青森県弘前滞在のレポート後半編です。今回は2日目のドライブの様子から翌日の空港へ向かう前に散策した様子をお伝えしたいと思います。天候が少し残念で、とても蒸し暑いか雨かのどちらかでしたが、その中でも滞在を満喫できました。2日目の朝は前日会った友人が同じ大学教員の方々2人を誘ってレンタカーでドライブすることになりました。もちろん私にとってはそのお二人とは初めてお会いしましたが、4人のドライブで3カ国の国籍でなんだか楽しい雰囲気となりました。朝8時に私が滞在していたホテルでピックアップしてくれて、そのまま最初の目的地へ向かいます。その途中で海の駅ワンドに立ち寄りました。このワンドとは津軽弁で私たちという意味です。ここは鰺ヶ沢という地名の場所で、広い店内ではお野菜や調理した食品、そしてお土産もいろいろと売っています。この日はここに着いた時間がまだ9時前くらいだったので食べませんでしたが、ヒラメの漬け丼が有名だそうです。そしてこの時4人で飲んだのは白神山地の水を使ったコーヒーです。お水自体が美味しいせいかコーヒーがとても美味しくて、しばらく小休憩しました。店内の奥ではスーパーのように地元で採れた新鮮な野菜がたくさん並んでいました。お客さんの多くは雰囲気で地元の方々のようでした。中にはカートに乗り切らないほどのスイカを積んで買っている方もいて、ここから贈り物にしているのかもしれませんね。私も家が近かったら何か買いたいところでしたが、残念ながら見るだけでした。でも一緒にドライブしている先生方はそれぞれ美味しそうなお野菜を買われていて羨ましかったです。お惣菜もたくさん並んでいて、ちょっと触ってみたら出来たてでまだ温かいものもありました。家の近くにこういうお店があるのがとても魅力的に感じます。そしてこの犬の銅像が誰だか分かりますか？そう、2020年に天国へ行ってしまった秋田犬のわさおです。ここ鰺ヶ沢町に住んでいた犬で、不細工ながらとても可愛いということで番組などでも取り上げられて全国的に人気が出た犬でした。私ももちろんわさおの存在は知っていましたが、銅像になっていることは知らなかったので、この海の駅で見つけてびっくりしました。存在感のある銅像ですが、これは等身大で全国から寄付金で作られたそうです。近くには自分も一緒にわさおと撮影できるスポットがあったので、もちろん記念に撮ってもらいました。さて再び車に乗って国道101号線の日本海の海岸沿いを走ります。目的地は車で約20分のところにある千畳敷という場所です。ここは先ほどの鰺ヶ沢町の隣の深浦町に位置していて、昔の大地震の際の地面の隆起や波の浸食によって現在のようなまるで1000枚もの畳を敷いたかのような岩の形になっている景勝地です。ここは自由に岩の上を歩けるので、この時は雲行きが怪しいながらもほとんど雨が降っていなかったので、足元のぬかるみには気をつけながらあちこち歩き回って自然が生み出した独特な岩の造形を楽しみました。撮影しそびれましたが、私たちが到着した時間帯には千畳敷の背後にある JR 五能線の千畳敷駅に列車が止まっていました。この五能線は国道に沿って線路が走っていて、乗客たちがしばらく停車中の車両から降りて再び発車するまでの間に目の前に広がる千畳敷まで近づいて束の間の滞在を楽しんでいるようでした。本当にどこを見ても雄大な景色と岩の形で見飽きることがありません。そしてところどころで岩と岩の隙間をしゃがんで観察してみると、場所によってはたくさんの貝が隙間にくっついているところもありました。
正直で小1時間ほど滞在して景色を満喫してから、車でさらに進んだところに位置する道の駅カソセというところに立ち寄りました。イカの形の看板が目立つイカ焼き村とも言われる場所です。このカソセとは漢字表記は風が合うせという書き方で、ちょうど地形的にあちこちから吹く風が交差する場所という意味から来ています。ここも鰺ヶ沢の海の駅と同じように海産物や土産物を扱っています。ちなみに海の駅は国土交通省の港湾局の管轄、そして道の駅は同じ省内の道路局の管轄となっています。ここで私たちはちょっと軽く食事をすることになり、マグロの小さな丼をいただきました。小休憩してからさらに車で移動します。実はその前から雲行きがかなり怪しくて、道の駅を出た時点で土砂降りになってしまいました。次の目的地は青池で有名な12湖ですが、この雨の中で向かうことになってしまいました。ここから車でさらに1時間くらいです。目的地が近くなると15分ほど急勾配のカーブの道が続きます。坂の終着点は森の物産館キョロロという建物が近くに建っている駐車場です。そこまで雨の中ですが進みました。ここまでもほぼ国道101号線沿いにずっとやってきています。国道から坂を登っていくと12湖にたどり着く感じです。車を止めてから雨がすごかったので、一旦この森の物産館に入って休憩しました。意外にもここでも外国人の方たちがかなりいらして、皆さんの情報収集能力にはびっくりしました。お店の奥が食事もできるスペースになっていたので、ここでコーヒーと笹餅をいただきました。このお餅は別のところで購入したものにも似ていて、やはりお米と小豆を練って蒸して作られたものでした。優しい甘さで美味しかったです。雨が少し小降りになってきたので、池の周りを散策してみます。青池がこのエリアのメインのようですが、その周辺の池も巡ります。雨の影響で湿度は 100% でかなり蒸し暑かったのですが、逆にその分葉っぱが濡れて緑の香りがとても強く感じました。それに悪天候だったおかげで訪れる人が少なくて、それはそれでのんびりできてよかったのかもしれません。こんなに一面に綺麗な苔も生えています。まず最初のケイトーバの池に来ました。ここは先ほどいた森の物産館からスタートすると初めに到着する池です。この名前の由来は、上からこの池を見ると鶏の頭のような形になっているのだそうで、そこから来ています。この日は雨が降っていたせいか、池の水の色がミルク色が混ざったような緑色をしていました。とても周辺は静かで森に囲まれた池です。雨でもやがかかっていて、非常に幻想的な魅力がある風景です。水面を見ていると、時々鳥が水中に入って餌を探すような動きも見られました。さて、そこからさらに奥に進んでいくと青池につながります。この青池は確かに雨の中でも水が青っぽく見えますが、晴れている日にはかなりの青さだそうです。この池の青さの秘密は、池の水そのものに不純物や汚れがないこと、池の底の岩が白色であること、そして深さが9メートルあり、私たちの目には赤い色の光が吸収されてしまい、結果的に青い色に見えるという様々な要素の結果です。とにかく静まり返った幻想的な風景と美しい池の姿には、傘を差しながらも見入ってしまいました。もう一つ向かった池は脇壺の池です。雨の中なので地面が一部ぬかるんでいましたが、それでも青池からは徒歩15分くらいのところにあります。
一旦遊歩道の坂を上がっていき、看板のある開けたところに出ます。その後今度は池に向かってなだらかな斜面を下っていくような感じです。森林浴をしながら普段なかなか体験できない散策をしていますが、かなり蒸し暑かったのでちょっと体力の消費は大きかった気がします。そうやって歩いていくと池が木の間から見えてきました。この脇壺の池はまた違う表情を持っていて、どちらかといえば薄いエメラルドグリーンの色味をした水でした。ここでももやが濃くてとても幻想的でした。またこちらの水は環境省から平成の名水100選にも選ばれたそうです。貴重な池巡りを十分に堪能できました。翌日の帰る当日です。朝にチェックインしてから荷物を預かってもらい、空港へ向かうバスに乗る前の2時間弱の残りの時間を利用して、同じ弘前駅前のバスターミナルから街を循環するバスに乗ります。10分ほどで弘前公園近くのバス停で降ります。そのまま数分歩くと公園に到着します。現在弘前公園の敷地内にある弘前城は天守も含めて大規模に改修工事が行われている最中です。なので天守に入ることはできません。ただこの敷地自体が広大なので、中に入って歩き回ってみるだけでもとても価値があるかと思います。こんな感じで歴代の弘前城の様子についてもパネルで設置されているので、歩きながら目で見て分かりやすい説明になっていました。弘前城が作られたのは1611年ですが、弘前公園として一般に公開され始めたのは1895年の明治時代からです。この弘前城の天守は国内の江戸時代以前に建てられた天守の中で、東北地方では現存の天守としてここが唯一のものだそうです。そしてこの大規模改修の一環で2015年に石垣を改修するために、まずは重さが400トンある天守の部分を移動させて場所をずらすという歴史的な工事をしていました。そしてこの2026年7月から天守をようやく改修された石垣の上に再び戻すという工事が始まっているところです。広大な公園の中で歴史的な大改修の様子を垣間見ながら有意義に過ごすことができました。さて公園を出てから向かいにあるスターバックスを見に立ち寄りました。こちらは国の登録有形文化財に指定された建物で、大正時代には旧陸軍の官舎だった場所をリノベーションして今はお店になっています。遠くからも独特な存在感があります。時間的に残念ながらコーヒーが飲める余裕がなかったのですが、せっかくここまで来たので少し中を見させていただきました。内部はとても雰囲気があって、もし時間があればここでコーヒーを飲みながらのんびり過ごせたらよかったなと思う場所でした。その後は再び循環バスに乗って弘前公園の周囲を回るように走りながら弘前駅へ向かっていきます。ホテルで荷物を受け取ってから青森空港へ向かうバスに乗りました。弘前駅から空港まで約1時間です。道の両側ののどかな風景を眺めてよく目に焼き付けるようにしました。この2泊3日の弘前ステイは当初想像していたよりもかなりアクティブでしたが、友人に再会できたり、その友人が誘った大学の他の先生方とドライブへ行ったり、そして美味しいものを食べられて絶景も見られたりと密度の濃い2泊3日の滞在となりました。
そして東京に戻ってくると飛行機の窓から見える景色が一面に建物に一変しますが、私はこの景色を見て家に帰ってきたなとほっとできる自分もいます。2回にわたる弘前への旅にお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。